皆さんこんばんは、オジーです。本日の作品は、夏目漱石、夢十夜。第5夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために、生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな長い髭を生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけていない、極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きな藁靴を履いていた。この時代の藁靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは、藁を少し編み残して、房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして、飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し上げた。待てという想図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きな藁靴を組み合わしたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ暗な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て、新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると火がパチパチとなる。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時、女は、裏のナラの木につないである白い馬を引き出した。たてがみを3度撫でて高い背に
ひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると、馬は一産に駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので、遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が空で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身をそらざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコーと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の邪鬼である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の邪鬼は自分の仇である。